こんにちは。奥飛騨の葛城の里に泊まりました。2019年9月の宿泊です。福寿温泉は奥飛騨の中でも人里離れたところでして、昔話に出てきそうなひめやかな集落なんですね。駐車場に車を止めると、ちょっとした休みどころが姿を見せます。いろりからはちょっぴり木の焼ける匂い。まだ寒くはなっていないのでフル稼働はしてない様子です。帳場までは木々の間の道を少し登ります。かつらの木々が生い茂る山あい、ぽつりぽつり点在する離れ家10棟、渡り廊下がつなぎます。下なめずりの光景でして、はしゃぎたい気持ちをなだめすかしながら歩いていきました。はじめにたどり着くのは、約150年前の豪農の屋敷を移築した母屋、ここのシンボル。その黒光りする床板はもちろん一つとして同じ形のものがなく、不揃いが集合体になった時に見事な造形物となるんですね。この圧倒的に非日常的な空間にすっかり気をされました。おしゃれ浴衣借りられるようです。無料だったのかな、ちょっと、借りてないので分からずです。予約していたのは四香庵というお部屋、柿の香りのいおりと書きます。お部屋に露天風呂の備わる離れのタイプのお部屋です。多分天井とか塔とかの建具が柿渋で塗られていて、そこからついた名前なのではないでしょうか。次の間はいろりの間。雪見障子から見える緑が美しいです。部屋に露天風呂が備わっているんですけども、それは後でゆっくり入るとして大浴場へ急ぐことにしました。木の湯船、木の壁、天井で交差する梁、素晴らしい風格。写真の右の方に丸太を半分に割ったようなものがあると思うんですけども、他にお客さんがいらっしゃらないことをいいことに、ここに頭を乗せてプカプカしてました。葛城の里のお湯は確か源泉のかけ流しだったかと思います。福寿温泉の源泉は確かめちゃめちゃ高温なんですよね。露天風呂へはそのまま内湯から出られます。大きな岩が湯船の上に横たわる大胆な作りです。岩の下を頭すれすれでくぐると向こう側に行けます。で、そこから望む山の景色が出色らしいんですけども、僕はむしろこの緑の葉っぱたちが覆いかぶさってくる感じが幻想的で心地よかったです。小さな読書室で一旦湯冷まし、僕らの泊まってる四香庵のお部屋を出てすぐ目の前です。めちゃめちゃ雰囲気がいいです。続いて貸切風呂へ。貸切風呂は2箇所あるんですけども、どちらも内湯と露天風呂が、一つのセットになっています。大浴場貸切風呂と巡ってきたので、料理の時間になるまで、部屋の温泉をゆっくり堪能することにしました。お部屋の露天風呂、最高に気分がいいです。めちゃめちゃ贅沢。2人で入るには十分な大きさで、お湯も多分源泉かけ流しなのでしょう。未確認です。背もたれがちょうどいい具合になってまして、そこから、目の前のちょっと下には、その向こうには奥飛騨の森が広がっています。きっとこれ雪見風呂もすごいいい感じじゃないかなと思います。夕食の時間になり食事処へ。いろりの旗には果実酒をつけているのが見えます。この写真の左上の方にちょこっと見えてるんですけども、こういう布のセンス、これとても好きです。古民家なんだけども田舎すぎずに上質な雰囲気が漂っているのはきっとこういうところからなんだろうなって思います。食事どころは個室です。多分これお部屋分、お部屋の数分食事どころもそれぞれ個室が用意されてるんじゃないかなと思います。確認はしていません。掘りごたつ式なので長時間でも楽ちんです。テーブルの真ん中にはいろりが切られていて、そこで炉端風の食事ができるという仕組みになっています。食前酒の桃酒、甘くて美味しくて一気に飲み干しました。食前酒を一気飲みしてドヤ顔する下戸、恥ずかしいです。
こちらは前菜、八寸的な位置づけでしょうか。食用ほおずき、里芋、オクラ、ニシン、黒豆など里の味です。秋ナスの少なクリーム和え、少なかぼちゃっていうのがこの地方の特産であるらしくて、かぼちゃですね。ですんで、秋ナスの上にかぼちゃのムースがかかっているっていうような感じのものです。なめこ新庄すまし仕立て、そしてカワマスとイワナの切り重ね、カワマスとイワナがミルフィーユ状態で折り重なっています。見た目もとても綺麗。川魚の作りって、あれですね、甘さがとても繊細でいいですね。重鎮という感じの飛騨牛ですね。これを炭火焼きでいただきます。タレもあったと思うんですが、自分はわさびを乗せて塩でさっぱりといただきました。上質でジューシー、さすが飛騨牛です。五平餅、えのきだけの冷たいスープ、これはいい味でしたね。きのこ好きなんで。栗団子のあんかけ、食事は舞茸ご飯。このものにはこの辺りの名物の赤かぶも見えてます。きな粉と甘酒のプリン。食事の後はやっぱりこの重厚なロビーに入り浸るわけです。寝る前に最後の貸し切り風呂へ。ここももちろん内湯と露天風呂がセットになるという贅沢。日中に入った方の貸し切り風呂は、露天が岩風呂だったんですけども、こちらは木の露天風呂、めちゃめちゃ雰囲気いいですね。これで、全部のお風呂を制覇しました。読書室の前を通って部屋に戻ります。こんな素敵な雰囲気にしつらえられていました。やはり裸電球は心地いいですね。おやすみなさい。翌朝は目覚めが良かったので散歩に出ることにしました。自宅にいるときは朝の散歩などすることもないのに不思議なもんです。高貴な存在が山を支配している、そんな雰囲気です。あさらえたように栗の遺骸が石の上にポツンとありました。動物が食べた後なのでしょうか。朝散歩の目的地は福寺温泉の朝市。ちょうどいい散歩の距離です。散歩から戻り、のんびり部屋の露天風呂に入りながら朝毛を待ちました。昨晩の夕食と同じ個室で朝食です。飛騨はトマトが美味しいということでトマトジュース、そして大好きなコロイモもあります。うどんに温泉卵を絡めていい具合の薄味の出汁でいただきました。イワナの一夜干し、炉端でフルーツとヨーグルト、ブルーベリーのジャムと蜂蜜でいただきます。無情にもチェックアウトの時間が近づいてきました。母屋へ行くと古材の板の間が木漏れ日で色を帯びています。ここでの一夜の総仕上げと言わんばかりに気分を盛り上げてくれます。音があったのかなかったのかは覚えていません。でも静かな朝の記憶が残っています。桂の木々が生い茂る山あいにぽつりぽつり点在する離れ家10棟、約150年前の古民家を移築したという母屋。チェックインしたばかりだというのに絶対また来たいと思ってしまうほど、僕らはこの古いものたちが隠し持つ色気にやられてしまっていました。チェックアウトのロビーでコーヒーをいただきながら初めて来た時のことを思い出していました。それは夏の頃で、母屋の窓は開けられ、
心地いいそよ風とともに山の匂いがしていました。それにはちょっと甘いような香ばしいカツラの木の香りも混じっていたんだろうなと思います。